にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第13話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。絶対高低差2メートルじゃないよこれ。めっちゃ坂で草。坂を登る。本当に坂やん。こんな勾配ないやろ。すでに10メートルくらい駆け上がってそう。200分の1とは思えん勾配やめろ。ほんまにこんな高低差あるんか。傾斜がおかしい。これ2メートルじゃねえだろ。高低差おかしいやろ。高低差200メートルは心臓壊れちゃう。止まんねえからよ。アニメや漫画だと中山の方が長い。競馬中継じゃ分かりづらいよ坂。ガチで200メートルありそうで草。これも丘やろ。本当に高低差200メートルもあるやん。本当に2メートルなんですかね。止まるんじゃねえぞ。なんやこの坂、障害物レースかよ。強い馬はここで伸びる。やっぱりタマモクロスって最強だわ。弱虫ペダルくらい時空が歪むな。タマまるで主人公じゃん。限界突破。ゾーン入った。覚醒きた。これは主人公ですわ。ドラゴンボール並みに2分間が長い。技名みたい。そういう演出になったか。白い稲妻ゾーン。この演出たまらんな。固有スキルですか。これが黒子のバスケで見たゾーンってやつか。会長のドヤいただきました。漫画と同じで草。稲妻イレブンみたいになった。ストランザもまだ残してた。まさか主人公が負けるとは。負け入れだったか。今のオグリでは届かん。オグリ負けた。でも2着か。これ現実でもタマモが勝ってたの。はい。せやで。負けて終わるのか。2位じゃダメなんですか。次週からシンデレラタマモになります。最終は負ける。かっけーな。次は有馬か。今度は育ちに続く白馬は走らないを覆そう。俺たちの戦いはこれからだ。ウイニングライブの時、隣で笠松音頭踊ってやれ。馬かっぽい機械やったけど何かうんだ。こんだけ紙テープ待って残りの2レースとないすんねん。なんだ、リニングで笠松音頭踊ろうって言うんじゃないんか。ウィニングライブは3番手までじゃないんか。ウイニングライブないんかい。ライブなし。オグリキャップの戦いはまだこれからだ。オグリキャップ破れる。不配信は止まる。スポコンらしい終わり方。1クールなの。分割にクールだろ。分割は10月だっけ。ミキはどうすんだ。タマともガリマかジャイアントもガリマが最後か。この後マイルと JC の連投だっけ。それは次の年。休みなどないオグリキャップ。オグリのエンディングも良かった最後か。続きが楽しみだわ。昔はこんなに世界中から馬がやってきてたのか。世界大会編なんてあるのか。世界から招待する日本の G1。オベの改装ここで来るのか。ジャパンカップだいぶもろな。これは当時のジャパンカップは本島国際色豊かだな。今は勝てなくなったからあまり来なくなったな。今はイクイノやドービュースとか強い国内無双やしな。現実でもジャパンカップを勝つような外国馬来てくれよ。昔のジャパンカップ外国馬多くて楽しそう。ジャパンカップも凱旋門賞くらい招待しろよ。続きは劇場でとかじゃなくてよかった。やっぱ最終回を有馬に合わせるのか。たまもちゃんに勝つまでやるの。 JC と有馬だけで1クール使う気なのか。これ第2期だと終わらないな。最初のジャパンカップと有馬で終わりそう。ジャパンカップってこんなに外国馬で出たの？国内戦の後は世界大会編。これはまごうことなきジャンプ漫画ですわ。もう海外ウマ娘の声優発表か。思い切ったな。ジャパンカップもサージみたいに賞金あげようぜ。1着20億にしたらまた世界から競合来てくれるやろ。ジャパンカップ10月に合わせるんか。ジャパンカップって海外から馬が来るんだな。昔はな。昔のジャパンカップは凱旋門賞やベイブリーダーズカップとかを勝った直後のやつが出てきたり豪華だったな。そもそも出走馬の半分以上が外国馬とかあったし。なんだって2期決定か。10月か素晴らしい。
10月まで日曜夕方アニメはプニルでお楽しみください。10月か。頑張って生き残らねば。2期早なおい。来年だと思ってたわ。まだ前半の映像できてないのか。1クールあるとはいえ後半大丈夫かね。日常だけ描くウマ娘あったら見たい。ウマ娘さん作るか。74。シングレのクリークとかマルゼンとかマーチもだけどめちゃ可愛くなってるよな。全体的にシュッとしてるのが美少女感出してるのか。秋はリアルでも G1 祭りだから秋からやるんやな。めげてなくてかっこいい終わり方だな。2クール目も楽しみ。かっけー。俺たたエンド。きた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 。10月楽しみ。楽しみ。 10月か。結構早いな。次は玉本のラストランまでやるのかな。バッドエンドじゃないですか。休んでる暇はない。泣いた。ダイナムヒロインちゃんが可愛い神アニメだったな。なあにき。有馬記念に合わせる気満々のスケジュール。おべいさん来た。とりあえず今年いっぱいは生きる糧ができた。この感じだと多分2クール目ラストでリナリ出てくるな。次なるオグリの挑戦は秋に始まる。楽しみだね。エイパーとはキャプテン翼見てる気分になって懐かしかった。ラスト最高にクールだよ。秋天下には〇〇ならジャパンカップは3話くらい使うのでは。何気に3着に入ったロードちゃん頑張ったな。パカチューブにも第2クールのティザー PV 来てるけどいいね。海外版の声優は公開していないか。聞いたことがある声がいっぱいあったけど。御用達特定班はよ。2クール目は有馬までだろうから結構ゆっくりやるのでは。ここから有馬終了まで6話ぐらいでちょうどいい具合のペースだと思う。13話使うとなるとキャプテン翼張りに乱れそう。聞くでかなり時間使うから大丈夫。ダメ絶対音感持ちによる海外ウマ娘特定が待たれる。しかしライブカットかよ。いや原作でもカットだったが。この世界にレジェンドテイオはいないんだね。ロードロイヤルレジェンドテイオー。許可が下りない世は降りてても早くにとどまる馬は似た名前のオリジナル馬娘にされる。最終回で主人公負けたのに熱くて面白いってすごいな。10月には動いて声がついてるオベイユアマスターが見れるのか。筋肉もりもり変態マッチョな馬娘が集まるジャパンカップ楽しみ。海外人気出たところで2期の予告がジャパンカップになるのいい感じだね。会長がゾーンに目覚めたたまにようこそこちら側へみたいなことを言っていたけれど、ゾーンがなくても玉の方が会長を超えているんじゃないの。七冠馬をなめるなよ。クラシックに出てすらいないウマ娘が七冠ウマ娘を超えたなどとは口が裂けても言えないぞ。出てる中でルドルフと対等に口聞けるのはそれこそマルゼンだけ。ゾーンとか今とつけきたけど、これみんな使い始めるやつだろ。はい。これじゃオグリは日本ダービーに出ていても負けていたな。さすが肉まっぴょい伝説は流さなかったか。雰囲気ぶち壊すとかシングレしか知らない人はドン引きしてしまうもんな。まだ最終回じゃないからな。分割2クールの最後に2期の発表がなかったら負けいくるで。最後のオグリが1話ラストとシンクロしてるのもシャレオツだったな。お前もやってきたか、この領域へ。会長は雷属性だと思われてたのに実は火属性だったのか。プラズマは状態的には火にもなるけど基本はまだ雷だから。敵マブかっこいいけど多分ゾーン入ったのゴール版間違えた時だよね。マルゼンゾーン必要なかったはずだしな。マルゼンさん楽しくてゾーン入るタイプだろうしな。意図して7日エフェクト抑え気味だったな。もう少しはっちゃけてもよかった。最終回で主人公が負けるアニメとか見たことねえぞ。ですね。普通に考えればクラシック相当だから2位でもおかしいんだけどね。真のファンならこういう時にこそ応援してやらにゃーな。日本競馬の日本一を決めるレースって天皇賞な。タマモクロスはこれまで他の G1 でも連勝して最強候補全員倒してるからな。そもそもクラシック馬が天皇賞で天のがやばい。普通はクラシック勝ち上がったやつがジャパンカップでお披露目。リアル競馬はほぼ見たことないし平地走ってるようにしか見えないけど実は坂があるの。2メートルの坂あるよ。コースによるけど勾配があるコースがある。
もともと欧州の競馬場が自然の地形利用してそうなってたの真似した結果そうなったのと、その方がコースごとの特徴出て面白いから。足毛同士は当時の人は大興奮だったろうな。パーカーの馬娘はなんか強者っぽい思わせぶりな態度をとってる割に何もないな。まあ2クールの楽しみに。これで原作どれくらい消化したの？まだ20巻中5巻くらいだ。イカ焼きの漫才 CM はもうやらんのか？そこにサイデに人質を取られたルメールと武豊がおるじゃろ。日本最強の次は世界を相手に走るってどんだけ脚本しやがってんだってなるよね。この頃のジャパンカップは今より国産馬が勝つのにハードルが高いで。まさかジャパンカップメンツの声がもう聞けるなんてな。アプリやったら誰も実装されてませんって詐欺じゃないですか。シングレ内で言えば玉並みに人気あるおべいさん。漫画を面白くしてくれた MVP だと思う。煉獄さんや7人ぐらいのポジション。アプリじゃ筋肉があんまり見られないからアニメとかでこうアスリートの肉体してるの好き。腹筋の素晴らしさから鼠径部への自然な視線誘導、俺でなきゃ見逃しちゃうね。こんなちんちくりんなたまちゃんだが筋肉の塊で実はずっしり重いのか。骨も人間とは3つ子違いそうだしね。人間サイズに 400kg 超える体重を詰め込んでいるからな。玉もクロスとの息もつかせぬ末足勝負。終始玉がかっこよかったし、それに迫る小栗はまさに怪物だった。さあ次は10月にジャパンカップと有馬記念だ。今からもう待ちきれないっす。怪物たちの戦い半端なかった。タマモクロスがゾーンに入った瞬間思わず鳥肌が立ったわ。すごいレースだった。このライバルが今後どんな戦いを繰り広げるのかワクワクが止まらない。2クール目楽しみに待ちます。いや綺麗に終わってからの熱い2期予告大満足でしたよ。ここからまた3ヶ月お預けなのはきついけど、それまではアプリの展開等でしのぐとするか。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。